皆さんこんにちは、野中美穂です。今回は、インスタグラムで以前クライミングについての質問を募集したんですけど、その質問に答えていきます。今回は、クライミング全般の質問、保持力、リカバリーとかについて答えていきます。ボルダリングが強くなるために必要なことは何ですか？保持力ですか？フィジカルですか？瞬発力ですか？全部です全部だと思うな。これも結局グレード感にはよると思うんですけど、 B パンプ荻窪基準に言うと、4級登ってる時にまで登ってる人にフィジカル要素がすごい必要かって言ったらいらないかな。けど3級を登りたいってなったらちょっとフィジカル要素が必要だと思います。で2級1級とかやるなら保持力がないと結構辛いかもしれない。クライミングのために必要な脚力はどうやって鍛えていますか？これに関しては私はフオーレワンというところでトレーニングをしています。週に1回基本的に。クライミングのトレーニングルーティン、1週間のスケジュールを教えてください。トレーニングは、基本的にフィジカル筋トレ的なトレーニングは週に1回2時間で、クライミングは週に3、4、多い時は5、3、4が基本です。で時間は疲れてる日はアップ含めてもう 2,3 時間で終わっちゃうし、長く登る日は5、6時間登る時もあります。ここ数年は 2,3 級をさまよっています。この壁から脱出するためのトレーニング方法を教えてください。2、3級、これもジムによっても結構グレードの違いがあるんで、グレーディングにもよるんですけど、やっぱりさっきも言ったように 2,3 級ぐらいからちょっとフィジカル要素だったり保持力要素だったりっていうのが変わってくるんで、一つの方法としてはもう1級とかを触っちゃう。自分の中で結局出せるところのマックスのレベルのもう上をやっちゃうことで、自分のマックスレベルを上げるっていう方法があるんで、それはありかもしれないですね。週3日 2,3 時間ボルダリングしたらどういったトレーニングメニューがいいでしょうか？そのうちの2日は結構がっつり登っちゃって大丈夫だと思うんですよね。でも 2,3 時間か。2、3時間。私だったら1日目結構高グレードガンガンやります。自分のそれこそマックスとかその上のグレードをガンガンやって、で間の1日はちょっと軽めの調整的なクライミングにして、自分のマックスが例えば 2,3 級だとしたら5級、4、5級ぐらいのところで幅広くクライミングをする。で、もう次の日はまた同じようなちょっと高強度なクライミングをしたりとか、苦手な課題を打ち込む日にしたりとかしますかね、私なら。体が硬くて登れません。柔軟メニューは何をどれぐらいやっていますか？これは私のクライミングのアップルーティンみたいなのがあって、そこにストレッチ出てると思うので、それを見てもらえば私が普段やってるストレッチメニューがわかると思います。柔軟メニュー。それをおすすめはやっぱりお風呂上がりとか体が温まってる状態でストレッチするとすごく効果的です。腕がつってしまうことがあるのですが、それを予防するためにするべきことはありますか？腕がつってしまうと疲れすぎですね。休みましょう。ストレッチして栄養をしっかりとる、ケアをする。絶対完登すると気合を入れると力が入りすぎて登れません。何か対策ありますか？これはだから結局は要は多分メンタル的な問題なんですかね。そのプレッシャーのせいでやっぱ力が入りすぎて力んで登れなくなってるわけで、この方が能力的にできてないっていう風にはやっぱ読み取れないから、メンタル的な絶対に完登するとかそういうプレッシャーを与えてそれでも登りきるとかっていう練習を、登れなくてもいいから最初はそういう練習をしていけば慣れていく。心を強くしましょう。キャンパスボードとかのトレーニングは行っていますか？これはね、本当にこのクライミング何年やってる？ 15 年ぐらいやってるけど、キャンパスボードとかフィンガーボードでトレーニングをしたことってもうないと言ってもいい。ほんとここ最近前腕の持久力を
ちょっとこう補うためにフィンガーボードにこうやって長いことぶら下がってるとかは練習の一つでやったりはするんですけど、本気でそのボードを使ってトレーニングしてその能力を上げようとかっていうことはしたことないですね。登るのが楽しすぎて毎回指の皮がなくなってしまいます。指の皮のケア方法を知りたいです。すごいな、本当に。私的にはこう登るのが楽しすぎて毎回指の皮がなくなってしまいますってその感覚がわからないんですけど、痛すぎたら登れないもん、楽しくって思うけど、だから私結構その指皮がすっごいなくなっちゃう、もう血が出るまでなくなるってことってほとんどなくて、その前にもうやめちゃうんですけど、いい練習できないと思って。まあでもその皮を再生する方法としてはやっぱ保湿を常にしておくこと。友達とかも見てるとやっぱり乾燥手より手がこうよくぬめってる人の方が皮膚の再生はやっぱ早いです。で、乾燥手の人の方がやっぱ傷深くなったりとか回復が遅いから、やっぱ乾燥させないことで、ハンドクリームとか塗るのはいいけど、結局ワセリンが一番なんか保湿力が高い気がします、経験的に。落下の恐怖をどうやって克服していますか？落下の恐怖はあんま感じないけど、感じてたら登れないから無視します。限界課題を登れなくてもトライし続けるのと同じグレード全関東を目指すのどちらがおすすめですか？例えば同じグレードの全関東を目指すんだったらその方がベースの体力はつくし、ただ限界課題を登れなくてもトライし続けるっていうのは結局そういう自分に足りない刺激がすごく入るんで、さっき言ってたようなその2級3級登っている人が1級の刺激を入れるみたいな感じで、それで実際クライミングのその出力とか能力が上がることもあるんで、どっちもおすすめ。筋トレと登る回数を増やすのだとどちらが強くなるのに効くと思いますか？登る回数。減量をするために普段気をつけていることは、食べ過ぎない、腹8分目、液体か粉粉末かチョークはどんなものを使っていますか？どっちも使います。東京粉末です。ブラックです。どうすれば野中選手のようにフィジカルの強さと体の柔らかさを持つことが兼ね揃えることができるか？それはもうフィジカルの強さを上げてさらにかつストレッチをするですね。リードの練習時に一番意識すること、パンプしてることを無視する。やっぱり保持力をつけるには時間かかりますか？かかりますね。かかるとは思います。そんなすぐにはやっぱつかないかな。2級までは登れるのですが1級になると登れないのですが、やっぱり保持力がないからですかね。そんなことはないと思いますね。2級と1級でそんな一気に保持力の能力変わるかって言ったら多分そんな変わんないです。で、家でトレーニングやる前にまずクライミングをしても力つけた方がいいですね。ここをするとよりこの末端の力がよく発揮できるんで、ダメだったりマイナスな部分をやっぱ受け入れることがすごい大事だと思うのでこれはどうしたらそんなかっこよく登れますか？チャンネル登録お願いします。